はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、複数でも大丈夫、ASA 版 Y バーン箱型トラップのご紹介です。以前ですね、Y バーンの簡易トラップ2パターンご紹介させていただいたんですが、どちらも簡易のタイプになっておりまして、それぞれ1匹ずつ捕獲するものになってます。割と複数捕獲のご要望があったので、今回は複数も捕獲可能な箱型のトラップのご紹介です。もちろん扉不要で Y バーンで誘導できるように簡易に作っておりますので、ぜひご確認いただければと思います。合わせて前回の柱トラップ、どうしてもヘイト管理であったり、周りの生物入ってきて抜けてしまう方っていうのが割とお声が上がっておりましたので、一回はめると抜けれないようにする簡単なカスタマイズ合わせてご紹介させていただきますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。流れとしては柱トラップのカスタマイズ簡単にご紹介させていただきまして、その後箱型トラップ作り方や実践など行っていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではまず前回ご紹介した柱トラップのカスタマイズなんですが、簡単にこちらにセラードアをつけます。向きはこの形になっておりまして、これを閉じていただくというものになっています。前回の作り方で柱置いていただければ問題なくこの角度につくかと思いますので、柱の向きでセラードアの付き方が変わってきますので、そこだけご注意いただければと思います。これであればどんだけ暴れても下にいても完全にロックかかっている状態になってますので、抜けることができません。ただしですね、ここまで近寄ってきて閉めるっていうことはさすがにできないので、このようにスイッチを使います。発電機でもいいんですが、砂漠なのでこのように風力発電機設置していただければ使えます。そのまま置いてしまうと建築のタイマーがあるので、本来は土台とかで引いていただいて発電機設置いただいて、あとスイッチ置く用の壁を置いていただければいいかと思います。普段壊せないように建物にしていただければと思うんですが、こちらで通常誘導した時は開いた状態になっていると思いますので、はめていただいたらここに来てサークルメニューから閉じる、そして暗証番号を押していただければ閉じることができます。これで抜けれなくなっておりますので、周りの掃除とか気にせずに、あとは所定距離外から狙撃していただければ、昏睡させてミルクを取ることができます。以上が簡単にカスタマイズのご紹介でした。続いて、箱型トラップのご紹介となります。必要素材がこちら。柱8本。天井が37枚。壁が84枚。ここが基本の枚数となります。ただし、壁と柱に関しては、高低差によっては追加したり削ったりする部分が出てきますので、少し多めに持っておくといいかと思います。柱だけ多めに持っていただいて十分だと思います。ちなみに金属の場合、柱と壁の必要なリソースの数は同じ数になってますので、壁でも柱でもどちらでもコストは変わりません。あと今回アルファ対策に金属で作っておりますが、アルファ対応を考えないんであれば石で作ることができます。ただし、常設する場合、公式とかであれば他の人がアルファトラップに回避のために入れる可能性があるので、気がつくとトラップが壊れている場合とかも出てきますので、ご注意いただければと思います。今回ですね、後ほどご紹介しますが、両サイド使うタイプのものになっておりますので、もう少し小さく作ることも可能です。それも後ほどご紹介させていただきますね。では作っていきます。平らでなくても作れるんですが、ある程度平らなところを見つけていただいて置きます。少し低めのところに最大の高さで置きます。
ここから柱横向けてもいいんですが、めんどくさいので、天井を1、2、3貼って縦に置きます。1、2、3、1個。1、2、3、1個置きます。3マス間隔で柱を4本置きます。次にこちらですね。これも3マス間隔で1本。1、2、3、1本。横は3本置きます。こっちも一緒ですね。これで外側が囲えた状態になります。ここまで来れば、この天井は間隔取りだけなので、すべて回収します。天井を回収しまして、柱の位置はこの並びとなります。今いるところから誘導します。これは今回最小限のサイズで両側に誘導できるように作る形にしておりますので、それぞれもう少し大きく作ることも可能ではあります。コンパクトに作っております。奥側が柱4本、サイドがそれぞれ3本、間隔が天井3つ分ずつ間隔が空いているということになります。続いてこの柱に壁を立てていきます。まずは、ここに、1、2、3、4、5、6。高さ6個は下から置ける高さになっておりますので、そこまで置いていただきます。こちらにも置くんですが、向きはお好みで、2、3、4、5、6。それぞれ左右に6枚置いた状態ですね。次に横側に、1、2、3、4、5。本来6なんですけども、今回ですね、柱の高さが違ったので5枚になっています。この柱が1本分上に立ってますので、これで別に問題はないです。ここにも同じように、こうですね。こっち側にも置きます。こっち側も一緒ですね。この状態ですね。それぞれ最初の置いた柱の高さから6枚壁が伸びてます。今回こちらは高低差的に上に出ている状態になっているので、こちら側だけ5枚になっています。高低差で多少ですね、削れたり増やしたりっていうところはあるので、一番下は土台判定上柱でないといけません。続いて上に天井を張っていくんですが、天井に関してはちょっと下から張るのが高さ的に難しいところがあります。ここに関しては飛行生物か土台を作っていただければと思うんですが、今回は飛びますね。端っこから作っていくと、1個入り口側に伸ばして横に3枚。外側をまず張っていきます。この状態ですね。これで土台判定がつながったので、内側に4枚。こっち側も2、3、4枚。天井の形はこのようになります。ここから再び壁を下ろしていくんですが、まず真ん中、ここ3マス空いているので、上から4枚下ろします。下は Y バーン抜けるように空いている状態ですね。Y バーン使わないんであれば、もう少し下まで伸ばすと、さらに Y バーンが抜ける確率が減ります。あとこの横に、それぞれ5マスずつ貼ります。もう1個下げてもいいんですが、この高さでも Y バーン抜けないので、この形でいいです。こっち側に同じように5マス。こっち側も一緒ですね。これで Y バーン抜けることができなくなります。ただし、ここの上の部分が少し抜けれるので、天井ここにも2枚貼ります。最後、ここに2つ壁を貼っていただきます。トラップの作成としては以上となります。こんな感じですね。
では実際誘導していきますね。今回3匹いるんですけど、1匹ちょっとオスなんですが、このまま入っていきます。上に抜けます。このまま横サイド入っていただくと、このように捉えることができます。あまりいっぱいだとオーバーしてしまうんであれなんですが、基本的にはこれで抜けることができません。一緒に入ったオスとかは処していただければいいんですが、複数眠らせる場合注意点があります。一応ですね、レベルがそれぞれこれが10ですね。25と155となっているわけなんですが、Y バーンですね、レベル低い方を眠らせるとすぐ起きてしまいます。なので、レベル高い方から眠らせる。できれば両方打ち込んで、レベル高い方多めに打ち込んで、同時に極力近いタイミングで眠らせるというところが必要になります。でないと、レベル低い方が先に寝てしまうとですね、ミルク取りに行く前に起きてしまいますので、そこだけご注意いただければと思います。続いて、ちょっとおまけなんですが、このようにですね、返しを片側に寄せてコンパクトに作ることもできます。この形で作れば片側に寄せるだけなんで入れれる数は減るんですが、ほぼこっち側に回り込んではめていただければ抜けれないというものになっておりますので、これもぜひご活用いただければと思います。あまり詰めてはないので軽く試作で作ったものになっていますので、さっきのですね、ここから切ってしまうっていうことですね。はめていただければ抜けれない片側だけのものになるので、このワンブロック分ですね、次第は少なく済みます。一応両方あった方が数ははめれるということになります。あと抜けづらくなります。完全に抜けないわけではないのでご注意ください。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ASA 版 Y 版箱型トラップをご紹介させていただきました。少しですね、高低差でカスタマイズが必要な部分と、数によってはですね、ちょっとパンパンで抜けてしまう可能性はあるんですが、大体の数には対応できるかと思いますので、かなりコンパクトに作りやすくなっているかとは思いますので、ご活用いただければと思います。ただしですね、ASA 版の Y 版、ASE の時代よりもかなり小回り効くようになっているようで、ASE の Y 版であればこれ完全に抜けれないんですが、ASA の Y 版だとたまに抜ける場合ありますので、そこだけご注意いただければと思います。賢くなってますね。ただ、ほぼほぼ抜けることはないと思いますし、放置してたら抜けるかもしれないんですが、最終的に麻酔矢打ち込みますんで、結果ヘイトがこっちに来るので、まず抜けることはないかと思いますので、安心してご利用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。